様こんにちは、セリナです。今回は8月21日発売、コスメデコルテ新作ファンデーションゼンウェアグローをご紹介していきます。コスメデコルテの大人気ファンデーションゼンウェアシリーズに待望のツヤタイプが登場ということで、こちらの動画では定番のセミマットタイプゼンウェアリキッドと新作のゼンウェアグローの塗り心地、仕上がり、4時間後のマスク崩れについて比較していきます。また、同時に発売されている専用スポンジで仕上げた時と指塗りをした場合の違いも比較していきますので、ファンデーション選びに迷われている方に少しでも参考になれば嬉しいです。また、こちらのチャンネルでは他にも各ブランドの新作コスメのご紹介や実力に強い人気のリキッドファンデーション10種類比較、アイシャドウ、リップチークなどの全色レビュー、またサブチャンネルではリクエストいただいた内容をアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。コスメデコルテゼンウェアグロー、艶やかに整う、時を経ても色あせないみずみずしく上品な艶を放つゼンウェアグロー誕生。新たに着目したのは心を澄まし丁寧にすられた奥行きまで清らかな墨のきらめき。潤った肌の美しさと仕立ての良いきらめきが溶け合い、一瞬で品格が艶めく。内部に取り込んだ光をより多く反射させ、清らかな水面のような上品な艶めきを演出。均一に伸び広がるきめ細やかな粉体が薄膜でありながら肌悩みを瞬時にカバー。それでは早速新作のゼンウェアグローを肌の上にのせてみて、質感や仕上がりなどを見ていきたいと思います。今回下地はこちら、コスメデコルテのフローレススキンクローライザーを使用しています。とても滑らかでみずみずしいテクスチャーのファンデーションなので、肌の上にのせてもこんな感じでスルスルと伸び広がってくれます。保湿力もしっかりとあるので、肌にピタッと密着しながら馴染んでいく感じがとても塗りやすいです。はい、こちら側半分に新作のゼンウェアグロー、まずは一度塗りで仕上げてみました。まず質感としてはみずみずしく伸びの良いタイプですが、程よくオイルの重さも感じられるので、バームテクスチャーのような感じで肌に吸い付くように密着する質感でした。乾燥が気になる時にも塗りやすく、塗った後も肌を優しく保護してくれるような感じなので、これからの秋冬シーズンにもとても使いやすそうです。そして仕上がりとしてはこんな感じで、ブランドからの説明にもあった通り、ファンデーションの粉体感を全く感じないので、毛穴や凹凸にファンデーションが入り込んでしまうこともなく、とても綺麗なツヤ肌に仕上がっています。カバー力は比較的ナチュラルで、気になる赤みや色ムラなどは一度塗りでもカバーしてくれますが、ニキビ跡などを完全にカバーするほどハイカバーという感じではなかったです。滑らかで粉体感が少なく、保湿感のあるツヤファンデーションがお好きな方にとてもおすすめだと思います。では、一度塗りの状態で反対側には大人気のゼンウェアフルイドを塗ってみて、一度塗りの時点のカバー力や質感の違いを比較してみたいと思います。ゼンウェアフルイドもみずみずしいタイプのファンデーションですが、こんな感じで一度塗りでもかなりカバー力が高く、肌にピタッと密着してさらりとした質感に仕上げてくれるのが特徴です。はい、新作のツヤタイプゼンウェアグローとセミマットタイプゼンウェアフルイド、一度塗りの状態を比較するとこんな感じの違いでした。見た目だけでもかなり違いが分かりやすいと思います。まず一番大きな違いとしてはやはりカバー力の面で、ゼンウェアフルイドは一度塗りの時点でもこんな感じで赤みや色ムラ、そして気になるニキビ跡などもしっかりとカバーしてくれるようなハイカバー仕上がりなのに対して、ゼンウェアグローは一度塗りの時点だと素肌の透け感が残るようなナチュラルな仕上がりでした。そしてファンデーションのテクスチャーや質感にも大きな違いがあって、ゼンウェアフルイドは塗りたてはみずみずしく軽やかなタイプですが、肌に伸ばしていくとピタッと密着して伸ばしきった後はサラサラに仕上がるタイプ。ゼンウェアグローはオイルのような程よい重さを感じるようなしっとりとした保湿感があります。質感や仕上がりのイメージなどにかなり違いがある2つなので、仕上がりの好みや季節によって使い分けるのもいいんじゃないかなと思います。では上からファンデーションを重ねてみてどんな感じの変化があるのかも見ていきたいと思います。
グローは粉体感がなくかなりみずみずしいので、重ねていっても厚みが出ることなく、毛穴に溜まる感じも全く気にならないです。密着感があるタイプのファンデーションなので、タップするようになじませていくと、ファンデーション同士が密着してカバー力も増していく感じがします。ツヤが綺麗に出てきますね。はい、こちら側の全ウェアグロー、気になる部分に何度かしっかりと重ねてカバーしてみました。全ウェアグローはファンデーションの粉体を感じないタイプだったので、その分どうしても素肌の透け感は気になるかなと思っていましたが、重ねていくとこんな感じで、一度乗りの状態の全ウェアフルイドと大体同じくらいのカバー力までアップさせることができました。近くで見てもこんな感じで、厚塗り感は出さずに気になるニキビ跡などもしっかりとカバーしてくれていますよね。重ねていくことでファンデーション同士がピタッと密着して自然な印象のままカバー力も出してくれるタイプでした。しっかり重ねていっても毛穴にファンデーションが溜まってしまったり厚みが出ている感じがしないのがすごく優秀だなと思います。そしてタップするように重ねていくとツヤが綺麗に増していってスキンケア後のようなツヤツヤな肌に仕上がります。カバー力があるタイプのツヤファンデーションをお探しの方にとてもおすすめです。反対側、全ウェアフルイドも重ねていきます。一度塗りの時点でかなりカバー力が高いファンデーションなので、重ねていくとこんな感じで、肌の赤みや色ムラはもちろん、毛穴や凹凸も感じさせないようなハイカバーな肌に仕上がります。はい、反対側に塗っている全ウェアフルイドも何度か重ねてカバーしてみました。全ウェアフルイドは重ねれば重ねるほどしっかりとカバーしてくれるようなコンシーラーいらずのハイカバーな仕上がりになってくれます。毛穴や凹凸も感じさせないようなセミマット肌に仕上がっていくので、重ねていっても全ウェアグローとは全然違った印象に仕上がりますよね。それぞれアップで比較するとこんな感じの違いです。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見ると全ウェアグローはさらにツヤが綺麗に出ていて、反対に全ウェアフルイドは自然光で見てもツヤが抑えめなので、かなり違いが分かりやすいと思います。ただ、全ウェアグローは自然光で見ても素肌の透け感がそこまで出ていなくて、しっかりとカバーされている感じが分かりやすいと思います。そしてカラーについても結構違いがあって、全ウェアグローも全ウェアフルイドも同じ N の22というカラーを使用していますが、全ウェアグローの方がナチュラルな仕上がり、全ウェアフルイドの方がワントーンほど明るい仕上がりに見えますよね。店頭で美瑛さんにお伺いしたところ、やはり全ウェアフルイドの方がファンデーションの粉体が多い分、同じカラーのファンデーションでも明るくカラーが出やすいとのことでした。全ウェアフルイドに合わせてカラー選びをする際は、いつも使用されているカラーよりもワントーン明るめのカラーを選ぶ方も多いとのことでした。そして香りについては、どちらも同じフローラル系のスキンケアのような香りがしますが、全ウェアフルイドはかなり香りが抑えめなので、香りが苦手な方にも安心して使っていただきやすいと思います。ファンデーションの粉体を感じさせない滑らかな仕上がりで、重ねるごとにツヤがしっかりと出て、オイルっぽい保湿感も感じられるファンデーションをお探しの方には全ウェアグローがおすすめ。毛穴や凹凸、赤みや色ムラを感じさせないハイカバーなファンデーションをお探しの方には全ウェアフルイドがおすすめかなと思います。全くイメージの異なる2つですが、それぞれに良さがありますね。では、コスメデコルテのルースパウダー06番をブラシで軽く塗って、これから約4時間ほどマスクのまま過ごして、崩れの違いも見てみたいと思います。はい、4時間後のマスク崩れはこんな感じでした。4時間の間にかなりたくさんの汗をかく場面が何度かあったので、どちらも顔の中心に皮脂が出ている感じは気になりますが、それでも比較をしてみると、やはり崩れに強い全ウェアフルイドは小鼻の横の皮脂なども最小限に抑えられていて、皮脂や汗崩れに強い印象。反対に新作の全ウェアグローは保湿力も高いタイプだったからか、パウダーを塗る前のようなツヤが肌全体に出てきました。ただ、粉体を感じさせないファンデーションだったので、毛穴に汚くファンデーションが溜まってしまったり、ファンデーションが浮いてしまうこともなく、保湿力が高いファンデーションの中では比較的癖に強いんじゃないかなと思いました。アップで比較するとこんな感じの違いです。肌表面を触った感じは、全ウェアフルイドは小鼻の横以外はベタつきを感じないのに対して、
ゼンウェアグローは全体的にかなりしっとりとしています。汗や皮脂崩れをしっかりと対策したい夏場や1年を通して皮脂崩れが気になるという方はゼンウェアフルイドがおすすめ。乾燥によるパサつきや崩れが気になる方や1年を通して乾燥が気になる肌タイプの方はゼンウェアグローがおすすめかなと思います。続いてはゼンウェアグローの指塗りと購入特典でいただいた同時発売の専用スポンジで塗った時の違いを比較していきたいと思います。現在は数量限定でゼンウェアグローを購入の方にこちらのスポンジがセットになっているキャンペーンを行っているそうです。こちら側はすでにゼンウェアグローを指塗りしている状態なので反対側にスポンジ塗りをしていきたいと思います。かなり弾力のあるスポンジなのでこのファンデーションのみずみずしいツヤがそのまま生きたように肌に乗ってくれます。スポンジ塗りをするとより素肌の透け感が残るような感じがします。はい、こちら側半分には専用スポンジを使ってまずは一度塗りで仕上げてみました。スポンジを使って塗るとさらに素肌の透け感が残るようなかなりナチュラルな印象に仕上がりますが、毛穴や凹凸はより綺麗にカバーされています。目が細かく厚みのあるスポンジなのでファンデーションを綺麗に毛穴になじませてくれるので自然ながらも毛穴レスな肌に仕上げたいという方にスポンジ塗りかなりおすすめだなと思います。もう少し重ねていきます。こんな感じでタップするようにのせていくとどんどん毛穴が綺麗にカバーされていきます。こちらのスポンジと合わせて使うと毛穴レスなツヤ肌に仕上げることができますね。はい、反対側スポンジを使って何とかしっかりと重ねてみました。一度塗りの時点ではスポンジ塗りだとさらにカバー力がナチュラルになった感じがしましたが、重ねていけばこんな感じでしっかりと肌の色ムラや赤みなどもカバーしてくれるカバー力も得ることができました。そして重ねていけば重ねていくほど毛穴が全く目立たないようなかなり滑らかなツヤ肌に仕上がっています。アップで比較するとこんな感じの違いです。程よい素肌感を残したままスキンケア後のようなツヤ肌に仕上げたい方は指塗りがおすすめ。しっかりとツヤを感じながらも毛穴レスなツヤ肌に仕上げたい方はスポンジ塗りかなりおすすめだなと思いました。はい、外も自然光で撮影しています。自然光で見てもどちらも綺麗なツヤ感ですが、やはりスポンジ塗りをした方の毛穴レス感がすごく綺麗だなと思います。はい、ではこんな感じで8月21日に発売されたコスメデコルテの新作ファンデーションゼンウェアグローをご紹介していきました。ゼンウェアグローはファンデーションの粉体を感じさせないような滑らかな質感とオイルっぽさも感じるような高い保湿感、そして何よりも重ねれば重ねるほどツヤが増すところがとても綺麗なファンデーションだなと思いました。指塗りも自然な仕上がりで綺麗でしたが、個人的には専用スポンジと合わせて使うと毛穴レスなツヤ肌に仕上がるところがすごくいいなと思いました。とても優秀なアイテムでしたので気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたらお気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。